こんにちは、ゆうかです。今私は大阪のトレードセンター前駅に来ています。今日はサンフラワー薩摩に乗って大阪から鹿児島まで行きたいと思います。私、鹿児島の方に行くの人生で初めてなので、とっても楽しみです。今の時間が16時48分なんですけど、船の出港が17時55分なので、そろそろ乗船口に向かって準備していきたいと思います。それじゃあ行ってきます。大阪の ATC といえばサンフラワーミュージアム。こちらは1960年に就航した三代目紅丸で、瀬戸内海の女王と呼ばれた歴史のある船です。出航前はいつもここで歴代の船たちに挨拶をして回るのが私のルーティンです。広場の奥にはサンフラワー専用の発券カウンターがあって、空席があれば当日飛び込みでチケットを取ることもできます。今回私が乗船するのは志布志港行き。第2ターミナルを初めて利用するので、迷子にならないように気をつけます。志布志行きは第2ターミナルからでして、この第1ですので、シャトルバスでご移動いただきます。バス乗り場ご案内します。ありがとうございます。なんとまさかのシャトルバス移動。前回乗船した別府行きの時とは違う乗船口になるみたいです。待合室とローソンのある通路を抜けた先に外へ出られるエレベーターがあるそうなので、早速向かっていきます。違う乗船口といっても通路には案内板がたくさんあるので、私みたいなプロの方向音痴でも意外と大丈夫です。初めての鹿児島、緊張とワクワクで夜しか寝られなそう。志布志にはサンフラワー志布志支部もあるのかな。乗船前に下船問題に直面。迷わずにエレベーターにたどり着けました。ここから1階に降りていきます。お願いします。ありがとうございました。バスで5分弱移動して第2ターミナルに到着しました。中には待合室、自動販売機やトイレ、フリー Wi-Fi もあるので、乗船まで快適に過ごすことができます。突然きょろり出す私。どうやらこのパネルに顔を入れて記念撮影したい模様。周りにお客さんがたくさんいたので、ピースだけで我慢しておきました。乗船口へのドアを抜けるとサンフラワー薩摩が見えてきました。全長は192メートルもあって、さつまいも約960個分の長さになります。本日はよろしくお願いします。私は公式サイトからチケットを購入したので、メールで届いた QR コードで簡単に乗船できました。薩摩の乗船口は船の下側にあって、ちょうど太陽のマークから乗り込む感じになっていました。エレベーターで7階に移動してきました。今日私が泊まるのは7521のお部屋。船内の探索は後ほどじっくりするので、まずはお部屋に荷物を置きに行こうと思います。
7521のお部屋に到着しました。乗船の QR コードがそのまま鍵になっていてめっちゃ便利です。じゃーん。今日お世話になるのはこちらのデラックス和室。豪華すぎて震えます。ずっと泊まってみたかった念願のお部屋なのでニヤニヤが止まりません。出航前なのにすでに楽しいです。それでは早速お部屋の中を詳しくチェックしてみましょう。まずは玄関横のスペース。ハンガーが8個もあったんですが、私は1個で十分そうです。カゴの中には歯磨きやサンフラワータオル、館内着も用意されていました。これはありがたいですね。いつもより高級そうなスリッパを発見。履き心地もモコモコでとってもいい感じでした。お部屋の中で印象的なのはやっぱりこの丸い窓と障子。ロールカーテンを上げると外の景色を見ることができるんですが、夜の航行中に開けるのは NG みたいです。これは船内のレストランとかの営業時間。遅くてもだいたい22時には閉まるっぽいですね。シャワーやマッサージ機などは乗船から入港まで利用できるそうです。船内では Wi-Fi も利用できるんですが、大容量の通信はできない仕様になっていました。この辺りは電波がつながりにくいみたい。他にも空気清浄機が置いてあったり、掛け軸が飾ってあったりと、まるで旅館のような雰囲気で、ビール2杯くらい飲んでたら船の上にいるのを忘れて焦りそうです。部屋の隅の棚にはアメニティ類が置いてあって、インスタントコーヒーや緑茶、紅茶のティーパック、そしてなんとサンフラワークッキーまで用意されていました。コップ類やアイスペールもあるので、お部屋で晩酌なんかも楽しめそうです。他にも電気ケトルと冷蔵庫にはお水が2本入っていました。ちゃんとコンセントも2口ありますね。部屋の真ん中にはドレッサーがあって、メイクとかドライヤーのスペースとして使えそうです。便利すぎる。そしてドレッサーの横の扉を開けてみると、なんと専用のバスルームが完備されていました。めっちゃ綺麗で感動。シャンプーやトリートメント、ボディーソープが用意されているのも嬉しいポイントですね。豪華すぎてテンションマックスの私、しばらく踊らせといてください。お部屋の紹介もできたので、お次は館内の探索に出かけようと思います。エレベーターで7階から6階に移動してきました。このフロアにはビュッフェ形式の船上レストランやゲームコーナー、キッズルームなどがあって、中央にはアトリウムという8階まで吹き抜けになったスペースがありました。天井にはプロジェクターで映像が投影されています。こちらは本日の空室状況。当日に空きがあれば追加料金を支払ってお部屋をアップグレードすることもできます。アトリウムの近くには記念撮影スペースがあって、船長の制服を着て撮ることもできたんですが、さすがにそんな鋼メンタルは持ち合わせていないので、私は見学だけにしておきます。船長の鈴木です。本日から運賃は船長に値上げさせていただきます。やばい、めっちゃ見られてた。逃げるように船内のショップにやってきました。ここでは大阪や鹿児島のお土産はもちろん、
軽食や日用品も購入することができます。やばい、夜ご飯の前に爆食いしちゃいそう。目を合わせないようにします。ショップには船内でしか購入できないサンフラワー限定グッズも置いてあって、種類も結構豊富なので、挑戦した際はぜひゲットしてみてください。続いては6階のキッズルームにやってきました。お馬さんのやつ、子供の頃めっちゃ好きだったな。今は大人なのでパドックみたいに眺めるだけにしておきます。船内の探索は一旦中断して、7階の景色の見えるスペースにやってきました。今の時間は17時50分。出港前のこの時間が一番ドキドキするんですよね。お客様へご案内申し上げます。本日は商船三井サンフラワー薩摩にご乗船くださいまして誠にありがとうございます。本船はただいまサンフラワーターミナル大阪出港でございます。志布志港まで約15時間の船の旅、どうぞ心ゆくまでお楽しみください。ついにサンフラワー薩摩が志布志港に向けて出港しました。せっかくなので展望デッキにも出てみようと思います。バイバイ大阪、また来るからね。係員さんたちが手を振ってくれていて嬉しい。出港の合図とかだったら気まずいですけど、今回はどんな船旅になるんでしょうか。15時間楽しみ尽くしたいと思います。無事に出港も見届けられたので、船内のレストランに夜ご飯を食べに来ました。注文はセルフオーダーになっていて、現金かクレジットカードで支払いができます。レストランの雰囲気はこんな感じ。窓から海を眺めながら食事を楽しむことができます。お酒のカウンターもあったんですけど、実は先週ビールを卒業したので、今回からはソフトドリンクをいただこうと思います。今日は平日ということもあってか、レストランは結構空いていたので、コミュ障の私的には当たりの日に乗船できました。それではお料理もじっくりチェックしていきましょう。こんな感じで大皿に盛り付けられていて、どのお料理もとっても美味しそうです。トップバッターはハッシュポテトでいかせていただきます。船上レストランにおでん、最高です。中でもやっぱり欠かせないのがこちらの海鮮メンバーたち。宮崎県の黒瀬ぶり、キラキラと輝きを放っております。その他にもローストポークやフルーツ盛り合わせ、五目ご飯や白ご飯、味噌汁などのスープ類も充実していました。サンフラワー名物のカレー、
これは避けては通れません。いや、これは違うんですよ。渋々港行きということで渋々港するしかなかったんです。やっぱり船旅でビールは避けられないですね。すかさず琉球もいただきます。美味しすぎる。思わぬ美味しさに回わずにはいられませんでした。景色を楽しみながら食べる絶品料理たち、まさに船旅の醍醐味ですね。ちなみに景色はこんな感じ。実際はもっと綺麗なのでご安心ください。気になっていた船の揺れは今のところは全然感じないので、今日は酔い止めなしで行けますね。太平洋側の航海なのに今日は運がいい。これならビールで良い酔いができそうです。お次はサンフラワーカレーも摂取していきます。これがまた具沢山で濃厚で最高なんですよ。ビュッフェの料金は大人1名2000円なんですが、とにかくメニューが豊富でドリンクも飲み放題ってことを考えるとコスパもいいので、私的にはすっごくおすすめです。ごちそうさまでした。どのお料理も本当に美味しかったな。それじゃあそろそろお部屋に戻りたいと思います。完全に食べ過ぎてしまいました。あ、そうだ。タンスにあったお布団を敷いて少し休憩でもしようかな。じゃん。ここだけ見たらほぼ旅館じゃないですか。ご飯も食べて体力満タンになったので、この後は気になっていたとある場所に遊びに行こうと思います。6階のゲームコーナーにやってきました。中はこんな感じで UFO キャッチャーとかいろんなゲームが並んでいます。せっかくなので何かしら収穫が欲しいですね。私に目をつけられたのはこちらの森のフクロウ。雑魚寝しててかわいそうなので救出を試みます。救出失敗。フクロウなら自分の羽で機械の外まで飛んできてほしいものです。狙った獲物は逃さない性格なので次で必ず仕留めます。取れました。救出作戦これにて終了です。せっかくなのでこの子に名前を考えてみました。それでは発表します。おふくろ。船内で唯一のお友達ができました。アトリウムの隣に乗船記念スタンプを発見。こういう風に思い出を形に残せるのは嬉しいですね。お部屋に戻る途中に自販機コーナーがあってビールとかもたくさん売ってたんですけど、さすがにこれ以上飲むのはやばいので諦めて部屋に戻ります。ちょい待ってくださいね。私も何が起こったか分かってないです。まあでも今日ぐらいは OK としましょう。ショップが閉店する前に大阪ええとこっていう焼きまんじゅうを買ってみました。初めて食べるんですが、果たしてお味はいかがでしょうか。
しっとり甘くて美味しいです。こうやって一人でしっぽり飲むのがフェリーでの密かな楽しみなんですよね。ニヤニヤが止まりません。気分転換に8階の展望デッキにやってきました。今は高知県の沖合を航行しているので周囲は真っ暗です。映像だと分かりづらいんですが、綺麗な星空も見ることができました。館内を歩き回って少し疲れたのでマッサージチェアで休憩しようと思います。これが意外とありがたくて、乗船するたび毎回課金しちゃうんですよね。料金は200円で15分間利用することができます。それじゃあしばらく完全オフモードの私をお届けします。変な動きすぎてずっと隣に人来ませんようにって祈ってました。本日の締めはもちろん7階の展望浴場。それではお風呂に行ってきます。展望浴場から帰ってきて館内着に着替えてみました。若干船の揺れが大きくなってきて船酔いしそうな予感。今の時間は21時26分。少し早いですがそろそろ寝たいと思います。それじゃあおやすみなさい。おはようございます。酔い止めを飲まなかったせいか、朝になって完全に船酔いしてしまいました。今の時間は7時18分。朝ごはんは8時までなので、急いで着替えて向かいたいと思います。じゃーん。今日のお洋服はこんな感じです。それじゃあレストランでいっぱいおいしいものを食べるぞ。朝ごはんのメニューはこんな感じ。めっちゃ美味しそう。それじゃあいただきます。さっきレストランに向かう時に窓からの景色を撮ってたら、鈴木さんおはようって声をかけられて、寝ぼけてて一瞬フリーズしたんですが、なんと私の動画を見てくださってる視聴者さんでした。その時はすっごく嬉しかったんですけど、寝癖大丈夫だったかなとか、変な独り言言ってなかったかなとか、後からいろいろ考えてしまって、目がパッチリ覚めました。他にもお年寄りのご夫婦がゆうかちゃんって話しかけてくれて、私の動画を見て乗船しようと思ったって聞いて、すっごく嬉しくなりました。私も初めてフェリーに乗った時、本当に楽しくて感動したので、この楽しさを伝えられるように、これからもたくさん紹介動画出したいなって思いました。ごちそうさまでした。朝ごはんもとっても美味しかったです。しばらく休憩してから8階の展望デッキにやってきました。ご覧ください。この青一つない雲空。今の時間は8時20分。名残惜しいですが、もう間もなく入港なので、お部屋に戻って帰り支度を始めたいと思います。お部屋に戻ったら下船案内のアナウンスが流れてきました。15時間お世話になりました。
今までで一番快適で素敵なお部屋でした。はい、ということで鹿児島中央駅に到着しました。サンフラワー薩摩に乗って大阪から志布志港へ着いて、その後無料バスでここまでやってきました。いや、今回も15時間の船旅すごく楽しかったです。いつもそうなんですけど、15時間って聞くとすごく長く感じるんですけど、実際乗ってみるとあっという間に着いて毎回びっくりさせられます。サンフラワー薩摩はすごい中も綺麗で、ご飯も美味しくて楽しかったです。今回は船が結構揺れちゃって船酔いは少ししたんですけど、でもそれ以外は何の不便もなくてすごく楽しく過ごせました。てか鹿児島あったかくていいですね。アウターなしで全然いけるということで、この後は鹿児島でとあるところに行きたいなって思っているので、次はその動画が出ると思います。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバーイ。